こんにちは、旅江です。10年落ち10万キロ走ったキャンピングカー加藤モーター DD で今日も車中泊旅にやってきました。今回大胆な DIY をしてみました。こちらの曲がりくねったテーブル、以前はこちらの既製のテーブルを使っていました。それがこんな風に変わりました。普段の生活がしやすいように生活動線を考えつつデザインにもこだわってみました。この何とも言えないカーブ、創作意欲、クリエイティビティ、爆上がり。ちょっと歪んでいるのはご愛嬌。またいつか直したいと思います。端にはコンセントを設置しました。こちら側もコンセント。テーブルの下には長らく懸案だったインバーター代わりのボタ電を置いてみました。これで電力逼迫から解放されると思います。今回は仮設置 DIY をしながらより良い方法を探っていこうと思います。楽しいギミック、真ん中開いちゃいます。これで運転席との行き来も楽々。 DJI のポタ電は丈夫にできているので足場にもなりました。ぐふふふふふふ。これは惚れ惚れしちゃいますね。早速お昼ご飯にしたいと思います。サービスエリアでソースカツサンドを買ってきました。ではいただきます。ちなみに今回のテーブル DIY、 この動画の後半でたっぷりその様子をお届けします。ぜひ後半もご覧ください。美味しいです。自分で作ったこだわりのテーブルとお昼ご飯、これ以上ない贅沢です。美味しかった。ごちそうさまでした。さて、旅続行です。今日は長野県と山梨県の県境清里方面に行ってみようと思います。素敵な温泉をネットで見つけたのでそちらに向かいます。2時間ほど走って下道に降りてきました。スーパーで買い出しをしていきます。
ました。ぐん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 山道を登っていきます。峠を登ると霧が差してきました。やっと到着しました。山を登ってきただけあって肌寒い。おそらく15度以下でしょうか。ヤッホーの湯に到着しました。それでは一風呂行ってきます。露天風呂は開放的。内湯もいい景色。そして岩盤浴にも入ってきました。ああ、いい湯でした。うわあ、湯冷めしそう。気温がぐんぐん下がってます。近くの道の駅を目指します。道の駅南清里にやってきました。こちらの道の駅には RV パークも併設されています。なんだかんだ長旅でした。冷たい空気が辺り一帯を覆っています。さてと、車内に入って落ち着きましょう。
よし、セッティング完了。夕飯を作っていきましょう。今日は寒いのでキムチ鍋です。締めは山梨県らしくほうとうを買ってみました。まずは野菜をカットしていきます。続いてお豆腐。いっぺんに入れるとちょっと多いですね。別皿に取っておきます。カット野菜を入れていきます。豚バラ肉を敷いていきましょう。キムチ鍋の素を入れていきます。IH クッカーを取り出します。よし、火にかけていきましょう。ボタ電が活躍する時が来ました。最大火力でいきなりやっちゃいましょう。使用電力は800ワットほど。
株バッテリーには当然影響していません。夏場ならこれでエアコンをつけても何の心配もありませんね。キャンピングカーあるある、換気扇のスイッチ忘れがち。火が通りました。彩りに青ネギをトッピング。キムチも入れておきましょう。キムチ鍋完成です。ではいただきます。美味しい。熱々辛い鍋が体を芯から温めてくれます。70% から始まったポタ電、現在 57%。 計画通り。ポタ電の充電は夜中などピーク時を外そうと思います。最近のポタ電はとても静かなのでインバーター代わりに使う方法結構ありなんじゃないかと思っています。ではノンアルビールで今宵の旅に乾杯。おいしい。しばらく食べて第2弾ほうとうを入れていきましょう。残った具材も入れていきます。美味しそうですね。
味しかった。ごちそうさまでした。汗をかきました。アルミ鍋は洗い物が少なくなるので便利ですね。よし、今のうちにポタ電を充電しておきます。この充電システムさえもう少し便利になればかなり画期的だと思うんですよね。よし、テーブル DIY して一番やりたかったこと、ゲーミングモードにしていきましょう。じゃじゃーん。素晴らしいルームシアターが完成しました。なんでしょう、スピーカーが目に見えてマンタミが出てきましたね。見られてるようで可愛いです。今日の夜のお供はビーノです。楽しかった。テーブル DIY して大成功でした。
寝る前にトイレに行きたいと思います。こちらは売店ですね。トイレ発見しました。標高が高いだけあってとても寒い。ベッドルームを仕切るカーテンも増設していました。これで匂い移り等が防げますね。それでは寝る前の旅家じゃんけん行ってみましょう。旅家じゃんけん、じゃんけんぽん。私はチョキを出しました。ではおやすみなさい。夜中かなり冷えました。毛布を追加して寝ていました。澄んだ空気がとても気持ちいい。
着替え忍法行きましょう。忍法着替えの術。よし、上手に着替えることができました。朝はトースターを使っていきます。この曲がりくねったテーブルにぴったりですね。コンセントが近くにあるので家電もかなり便利に使えます。ツナマヨのソースがありました。あとは目玉焼きとソーセージを作っていきます。まずはソーセージを焼いていきましょう。ここでもポタ電が大活躍。換気用の窓を開けて換気扇をつけておきます。ソーセージが焼けたので次は目玉焼きを作っていきます。
続いてパンを焼いていきます。ツナマヨのソースをたっぷりかけていきましょう。次はオーブントースターで焼いていきます。ちょうど焼き上がりました。朝食セット完成しました。ではいただきます。美味しいです。サラダ買っておけばよかったですね。ごちそうさまでした。片付けをしていきます。テーブル DIY をしたことでキャンピングカーの車内激変しましたね。
この後そちらの DIY の様子お届けしていきます。ぜひ引き続きこの動画ご覧ください。インバーター代わりのボタ電、こちらもよく働いてくれました。もう少しシステムを構築していけばかなり便利になってくると思います。いよいよ本格的に始まったカトンモーター DD の DIY。 棚を作ったり引き出しを作ったり、これから見た目にも機能的にもどんどん良くなっていくと思います。ぜひチャンネルをフォローして続きをご覧ください。今日の旅はここまで。この後は出発前のテーブル DIY の様子をご覧ください。出発前、まずはビフォーをご覧ください。こちらのテーブルとっても可愛いんですが、もっと機能的なテーブルを自作しようと思いました。まずは計画を立てていきます。実際に座ってみてどんな形がいいかを考えます。生活動線も考えると邪魔にならないように、でも最大限広いテーブルを作りたいと思います。最近見つけた最強のデザイン方法、プラダンで実際にかたどってみる。こうすることで頭の中にあるデザインを形作っていきます。試しに線を引いていきます。 L 字ソファーに合うように、生活動線を邪魔しないように、まずは T の字にしてみました。これをどうつなげるか。こんな感じ？ラフな線を引いていきます。こうなると波打つ感じにするのもいいですね。その場の直感でデザインを考えていきます。できました。なんだかブーメランみたいな形になりました。とりあえずこの型通りカットしてみましょう。カットできました。座りながら確認をしてみます。悪くはないですが、ちょっと痩せっぽっちですね。
なんかこう大胆さが足りない。くびれ部分を修正してみました。こんな感じで少しずつ修正を加え、最終的にこんな形になりました。いいくねり、いい丸み、いいんじゃないでしょうか。杉板に型をあてがいました。トレースしていきます。できました。板同士を留める木をカットしていきます。杉板を固定できました。ジグソーでカットしていきます。さあどうかな。おー、いい感じ。車内に持ってきてみました。おー、実物になるとインパクトありますね。素晴らしい、いい感じです。よし、確認ができたので作業を続けましょう。足になる部分を作っていきます。車内に設置してみました。思った通りいい感じにできてますね。仕上げをしていきます。サンダーで表面を整えていきます。暗くなっても無我夢中、楽しくて仕方ありません。続いてニスを塗っていきます。ニスを塗ると木目がしっかり出ていい感じ。
ニスが乾いたので表面を削っておきます。コンセントを設置していきます。なかなか一発では決まりませんね。微調整をしてセッティング完了。いい感じ。車内に設置してみました。想像通り、そして想像を超えていい感じ。天板が開いちゃうギミックもいい感じ。まだまだ荒削りですが、これでしばらく使ってみようと思います。続いてベッドエリアに間仕切りカーテンをつけていきます。市販のトラックカーテン、こちら防音・防熱に優れ、かなり重宝しています。設置完了しました。これでベッドエリアと生活空間が区切れました。以上 DIY の様子でした。